皆さんこんにちは。今回はロンドンにあるファーマーズマーケットを3つ回ってきた様子をお届けしますので、ぜひ最後まで見ていっていただけたら嬉しいです。ファーマーズマーケットの公式サイトを見てみると、これだけの数のマーケットがそれぞれ週に1度開催されてます。その中でも今回はロンドンの比較的北寄りにあるこの3つのマーケットを順番に紹介していきます。まず1つ目のブルームスベリーは有名な観光スポットである大英博物館であったり、ロンドン大学などの大学が集まっているアカデミックなエリアです。このマーケットはピンクで塗ってある通りにあって、ロンドン大学の敷地内になります。地下鉄で来る場合はラッセルスクエアかユーストンスクエアの駅から歩いてくるのがいいかなと思います。雨上がりにやってきました。この辺は街並みが上品でとっても綺麗です。こちらは UCL っていうロンドン大学学院のキャンパスです。この辺は家に見えるけど大学の教室の一部になっているみたいです。誰か有名な人が昔住んでたであろうお家を横目に進んでいくと、大きな教会が見えてきます。その教会の前ぐらいからマーケットが始まっています。教会の前には小さめのカフェとかご飯系のものがあって、奥に進んで大学の敷地の方に行くとストールがたくさん並んでます。ストリートフードの屋台って感じのものが多いのかな。で、私は気づいてしまったんですが、このマーケットはおそらくお昼頃に来ないとあまり賑やかさを感じられないようです。美味しい匂いも漂ってきますが、まだ10時半過ぎなので皆さん仕込み中みたいです。このファーマーズマーケット感漂うマッシュルームストロガノフとか美味しそう。日本系の屋台も2つぐらいあって、パエリアやパスタやいろんな料理が楽しめそうです。パン屋さんやデザート系のストールは早い時間からも空いてそうです。美味しそうなケーキとかパンが並んでます。家で食べるお昼ご飯を買って帰ろうと思います。このマーケットを抜けたらそれこそロンドン大学のキャンパスにつながっています。都会の大学な感じ。このロンドン大学を通り抜けるとラッセルスクエアっていう四角い公園に出ます。ここの公園実は私もすごくお気に入りで、とても広々としててベンチもたくさんあるのと、あとカフェとかも併設されたりしててゆっくり過ごすことができます。マーケットで買ったご飯をここで食べるのもすごくいいと思います。インスタのリールとかで出てきそうな映えなトンネルをくぐってみます。今11月上旬ですが、もうちょっとしたら完全に黄色くなるかな。あとこの公園はリスがたくさんいるので、かなりの確率で遭遇することができると思います。購入したフォカッチャとキッシュとブラウニー、お昼ご飯に美味しくいただきました。次はイズリントンです。イズリントンはハリーポッターで有名なキングスクロス駅から一駅分くらい東に行ったとこにあって、また日本食のレストランやカフェとかが多い落ち着いたエリアな印象です。マーケットはピンクで塗ってあるチャペルマーケットっていう通り沿いにお店が並んでいて、地下鉄だとエンジェルの駅から歩いていくのが近いです。マーケット行く日はなぜかいつも晴れてくれて、私はやっぱり晴れ女です。多分エンジェルの駅の反対側からマーケット進んでいきたいと思います。入ったら早速野菜の量り売りかな。ファーマーズマーケットで売ってるお野菜はそのシーズンとか月によって置いてるものが違うみたいで、この11月は特にセロリを推しているようでした。新鮮そうなお肉もあります。真空パックに入って小分けで売られてます。パン屋さんもいくつかあるみたいです。
美味しそう。微笑みが可愛らしいおじちゃんがやっているデザート屋さんに吸い込まれてしまいました。他にもオーガニック系のジャムやジュース、あとキノコなんかも売ってたりして面白いです。食べ物の屋台っていう意味ではこのコーヒー屋さんか、またソーセージを焼いてるお店ぐらいしか見当たりませんでした。真ん中の辺りまで来ました。この辺は通りの両側にもそれぞれお野菜やフルーツ屋さんもあるので、そこで買うのもいいかもしれません。ちょっとだけだけどこういうカップとか花瓶とか売ってるお店もありました。このマグとか渋くて可愛いです。お魚屋さんも発見。ちょっと照明がビカビカしてますが、ホタテとかいろんなお魚置いてそうです。カニもいる。どれも結構新鮮そうで、これ今度本気で買いに来ます。フルーツもたくさん。もうみかんの季節ですね。で、マーケットの最後らへんはこういう感じのマーケットによくありそうな安い服屋さんとか、なんかカバン屋さんとかが連なってます。マーケットの終わりのエンジェルの駅前は結構ユニクロとか大きいスーパーとかもいっぱいあって便利そうですね。いいなこの辺。帰りに見えたセントパンクラスの駅はいつ見ても美しいですね。ザ・ロンドンな感じの建物。今回買ったのはこのオーガニックニンニクと日本の形のほうれん草、これ貴重。あとはデザート屋さんで買ったミルフィーユみたいなタルト、これふわふわですっごいクリームずっしりで美味しかったです。最後はウエストハムステッド。こちらはロンドンの北西部にある閑静な住宅街のエリアです。マーケットはテムズリンクのウエストハムステッドの駅前のすぐの通りにあります。またアンダーグラウンド、オーバーグラウンドの駅からも歩いて数分の場所にあります。ここのマーケットは長さが短いけど店がギュッと詰まってます。入り口でとんでもなくいい匂いを放っているハンバーグとソーセージ。ここのお肉めっちゃ美味しそう。ファーマーズマーケットを巡ってみて気づいたことは、どのマーケットも同じブランドメーカーがお店を出していることが多くって、またこういうパンとかランチ系のものでも10ポンド以下で結構お腹いっぱいになりそうなものとかが置いててすごくいいです。いい意味で観光地化されてなくて地元の人向けのマーケットっていう感じです。出た、きのこ屋さん。ここなめこが5ポンドで売ってました。ウエストハムステッドはチーズ屋さんも多かったです。ここでもまた野菜の量り売りがあります。イズリントンと比べると規模が大きくて野菜の種類も多い印象です。これ小口ネギかな、 2.5 ポンドでありました。やっぱり冬に向けて根菜系とか芋系も多いですね。いろんな銘柄のリンゴの量り売りとか面白そう。その地域によって特色が違って楽しいマーケット巡りでした。皆さんもぜひ行ってみてね。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。少しでもいいねと思っていただけましたら高評価やチャンネル登録励みになりますのでよろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。